にちは、ペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日は折り紙とお花紙を使ってお正月の飾りを作ります。お花紙を準備します。お花紙は破れやすい方向と破れにくい方向がございます。とても大切ですので、今日は破れる方向をこの向きで横にして作っていきます。作りたい色のお花紙を3枚から4枚重ねておきます。そうしましたら、まず半分に折ります。で、広げて、この折り線に合わせて上下をさらに折ります。広げますと3つ折り線ができました。で、これを裏を持ってくるんと裏返して、山折りに3つ折れてるところを下端の紙を持ってきて、この一番下の折り線に合わせてこのように折ります。そしてこの山折りのところを真ん中の山折りの折り線に合わせて折って、また同じように合わせて折って、で紙端の一番上のところまでこのように折ると、このようにギザギザに蛇腹のように折れてきます。こんな感じで折れます。蛇腹に折りたためましたら、真ん中のあたりのところで輪ゴムで縛って留めます。真ん中のあたり折って印をつけて、このあたりに輪ゴムを通します。キュッと絞れるぐらいまで輪ゴムを巻きます。輪ゴムを巻きましたら、この紙端が両方ですね、両方上を向いている方向を上に向けて、正面に向けて3本折り山がありますので、ここにハサミで切れ込みを入れていきます。この折り山のところを全体の3分の2から4分の3ぐらいのあたりまでこのようにハサミを入れます。で、反対側も同じように入れていきます。上の折り目だけに入れていきます。このようになりました。で、これをもう一度重ねて、今度は花びらの形に切っていこうと思います。自分の作りたいお花の大きさあたりのところからハサミを入れてきます。この今切れた方がね、上になってます。で、このあたりかなっていうところからこのようにカーブを描いて切り落とします。反対側も同じように切ります。広げるとこんな感じですね。こちらは折り山が切れてない方ですね。このような形になりました。そうしましたら、お花紙を1枚ずつ剥がして、そーっと上に持ち上げていきます。花びら一枚一枚起こすように、根元から立ち上げるように、そーっと破らないように剥がして持ち上げます。これをすべて行います。
このように花びらを1枚ずつ立ち上げました。たまに2枚重なったり、あと破れてしまったりしても構いません。で、起き上がったら少し形を整えておきます。これでお花ができました。もう一つ好きな色のお花紙でお花を作っておきます。折り紙で扇子を作っていきます。3種類の折り紙を1枚ずつ用意いたします。これを先ほどのお花紙と同じように蛇腹に折っていきます。3枚蛇腹折りができました。このうちこちらの無地の折り紙と柄の折り紙で一つ大きな扇子を作って、こちら小さな扇子を作ろうと思いますので、この柄の方ですね、ちょっと半分の長さに切ります。半分に折っていただいて、ここで2つに切り分けます。こちらの半分に折った柄のついてる模様のついてる折り紙に合わせようと思ってるこちらの折り紙、これをですね、半分に蛇腹に折ったまま折り曲げます。で、このような形にいたします。半分に切り分けたこちらの模様折り紙、裏返して紙の端に糊をつけます。この幅で糊をつけました。そうしましたら、この折り目にちょっと軽く折り目をつけたものをこちらのこのギザギザに合わせて置いて貼っていきます。糊がついているのでね、このままそーっと糊がくっつかないように貼っていきます。まず真ん中の折り山1、2、3本あって、こちらも1、2、3本折り山があるので、1、2、3、ごめんなさい、4本。この2つそっと折り山を乗せて、端っこの方も合わせてこのように貼り合わせます。そうしましたら、同じようにこちらの方もこのような感じで貼り合わせて、ここの切り目がですね、同じになるように貼っていきます。このような形になりました。で、今真ん中が離れていますので、2つくっつけたいと思います。この端のあたりにボンドを塗りました。このラインですねに塗ってペタンと2つを重ねます。こ
これでできました。ちょっと今段差できちゃいましたね。ごめんなさい。段差できたのでちょっとこちら長めによいしょして今この右左のバランスがね途中でずれてしまったので折り直しました。これでほぼ同じ扇子の長さになったかと思います。でもう一つの方、この蛇腹に折った方はただ半分に折ってここの間の離れてるところを同じように糊を塗ってつなげて扇子の形にいたします。これで小さな扇子と大きな扇子ができました。この2つの扇子を貼り合わせたいと思います。この短い方の扇子にですね、糊を塗っていただいて、でこちらの大きな方にこの折った根元を合わせてペタンとくっつけます。そうするとこのように2つくっつきました。水引きもつけようと思います。100円ショップに置いてあるようなものでいいかと思います。でこのように丸めたいと思うのでこう丸めてでご自分の好きな長さに端っこを切って調整いたします。でこのように丸めましたらマスキングテープで仮止めをしておきます。好きな輪っかのところでこのようにテープで留めます。そうしましたら適当なちょっとこのような紙の帯のように切った色画用紙を準備してもらってでこちらにできれば木工用ボンドか水のりがしっかりつくかと思うのでちょっと液体ののりを準備していただいて内側にしっかり接着剤をつけます。そうしましたら先ほど仮止めをしたところの上をかぶせるようにこのようにペタンとくっつけます。でこれは何かというとこの扇形の紙にですねこれをこのままですと貼れないのでこの紙をつけたことによってこの紙が平面ですのでここにペタンと貼ることができるのでつけました。で少しね今合わせて長いようでしたら折り曲げていただいていいかと思います。切っても大丈夫です。この幅ぐらいにあるといいかなと思います。でこの今紙をつけた水引きをこの扇につけていきます。ここにボンドをしっかり上の端までつけていってでこちらの2枚つながったところのこの根元のところにぴったりつけていきます。このような感じですね。でここですね乾くまで少し不安定になりますのでしばらくこのまま糊がくっつくところまで置いておきます。最後にお花紙のお花をつけていきます。先ほど作ったお花紙のお花2つこれをここにつけていきます。木工用ボンドのような糊をもう直接お花紙の裏につけていきます。ちょっと多めに塗りましたらまずは半分のところにこちらの小さい方ですね小さい方の扇形の方にペタッとしっかりくっつけちゃいます。で接着剤ボンドがですねはみ出してきますので下にこのように裏紙とかですねあと下敷きとかクリアファイルとか置くといいかと思います。
でこのようにつきましたら、もう一つも同じようにボンドをつけていきます。花を少しつまんで、この横のところにペタッとつけていきます。今少しねくしゃくしゃとなってますが、後で乾いた後、花びらを引っ張って広げて、また形を整えていくといいかと思います。これで出来上がりました。近頃は文具店さんや100円ショップでもこのように素敵な和柄の折り紙がたくさん揃えてあります。ご自分の好きな和柄の折り紙でセンスの模様を選んでください。かわいいお正月飾りで新しい年をお迎えください。